こんにちは、ファルコンズの千秋です。安藤です。今日は外出先でウォシュレットを使わない人は汚いよっていう話をしていきたくて、はいはい。クリエイティブサーベイっていう会社が2016年に行った調査で、外出先でウォシュレットを使いますかっていうアンケートで、男性の 52.6% と女性の 34.4% が使うって回答しとんだけど、裏返すと、男性で半分、女性の7割ぐらいが外出先でウォシュレットを使わないって言っとんのよな。結構高いやん。これは結構由々しき事態やと思って。同意見です。自宅やとウォシュレットって多分ほとんどの家庭でついとると思うんやけど、今や。ウォシュレットって、1980年に発売以来、2020年時点で累計出荷台数が5300万台を突破しとるぐらい、もう爆発的に普及しとるもんなんやけど、国内の家庭での普及率が、総世帯で 73%、2人以上の世帯やと 80% ぐらいの家庭で、もうウォシュレットっていうのは普及しとんのよ。だからもうあって当たり前ぐらいの感じ。外出先の大体のトイレやともうウォシュレットってついとるのが当たり前みたいな感じだと思うんやけど。そうやな。さっきのアンケートに戻るんやけど、ウォシュレットを外出先で使わない人の理由が、一番多いのが衛生面に不安があるからっていうので、そうやろな。そのノズルに汚れがついてそうで汚くて使えないとか、不特定多数の人が使っていて不潔そうやとか、誰が使ったのかわからないものは使わないとか、そもそも普段からウォシュレットを使ってないからっていう声もあるんやけど、男性より女性の方が外出先でウォシュレットを使わないっていうのは、一般的にどうやろな、女性の方が高い衛生観念を持っとるから、不特定多数の人が使ったウォシュレットを使いたくないっていう意識があるんかなとは思うんよな。女性の方が敏感やしな、そのあたりは。昔さ、月曜から夜更かしでさ、同じ街頭アンケートをしとってさ、でその番組の中では、若くて綺麗な女性ほど使ってないみたいな風に番組が構成されとったんやけど、綺麗めな格好をしとる。で、逆にその、見た目汚らしいおじさんの方がウォシュレット使っとるみたいな風に答えとって。だから綺麗めな格好をしとるからしとる人って、その、清潔意識が高いからこそ、ウォシュレットを使いたくないんかなと思ったよ。どうなんやろな。それもどうかと思うけど。病院のホームページとか、訪問科とか泌尿器科のホームページでウォシュレットを使ってもいいかどうかみたいな記事を何個か見たんやけど、どこのサイトでも使いすぎは良くないけど、別に使う分には全然大丈夫っていうのがほとんどない。そこまで他人が使ったからノズルが汚いから使わない方がいいっていうのも、意識しすぎというか、清潔意識高く持つのもいいけど、ちょっと行き過ぎな部分がある。確かにそこだけやもんな。でも使いたくない理由ってほとんど。そのあたりは多分企業側も一番言われることやし、対策しとると思うけどな。ノズルが抗菌加工されとって、で、使用後はちゃんとその内部で洗浄されとるから、それでうんこがついとるみたいな。多少ついとったとしても、ノズルのその水が出てくるところにうんこがついとって、それが次使う人のところ、使うときに、他人のうんこが飛んでくるみたいなことはないらしいけどな。そうやろな。ここでちょっと改めて、ウォシュレットの正しい使い方っていうのを紹介したいんやけど、そんなウォシュレットにあれがあるん、順序が。ちゃんとメーカーが発表してる正しい使い方があるのよ。まず便座に深く腰掛けて排便をすると。結構さ、深く腰掛けやん人がおるせいでさ、便座に水飛び散っとることあるよな。まず深く腰掛けることが大事なんだよ。で、排便後に操作パネルでお尻ボタンを押して水圧を調整すると。で、あんま強くしすぎると、肛門に傷がつくから、強くしすぎたらあかんって書いてあるの。で、5、6秒程度、温水を吹きかけてストップすると。5、6秒程度。あんま長いと肛門のバリア機能が失われる要因になるらしい。何やねん、バリア機能。肛門はいろんなものをバリアしてくれとんのよ。なるほど。で、洗浄後にトイレットペーパーで軽く押し立てて水分を拭き取る。で、最後に、便座から立ち上がって便座後ろの水滴を拭き取る。マナーね。っていうのが正しい使い方なんやけど、調べとって出てきたんやけど、ウォシュレットをしながらうんこする人ってのがおるらしくて。害悪。これ結構衝撃やけど、それをすると、あれやんな。ウォシュレットのノズルにうんこがつくからさ、落ちてくるからさ、確かにそれやられた後に使いたくねえなとは思うんやけど。それのアンケートとかもあったらいいのにな。何割ぐらいの人がやってるから気をつけましょうみたいな。でも人によっては、ウォシュレットで肛門を刺激せんとうんこが出やんっていう人もおるんや。じゃあ先にするってこと、ウォシュレットを。そうそう。便秘の人とかやったらな、刺激を与えた方が出やすいとかあるからな。でもそれが常習化するともうそれがないと出やんくなるから。やんな。でも、外注先で使いたくないっていう気持ちもわからんではないけどな。俺も子供の時ってさ、
小中学校の時とかは、和式と洋式が学校のトイレにあって、どっちかっつうと和式を進んで使っとったんよ。その洋式で他人とケツが触れ合うの嫌やったから。いや、同じ同じ。まあ今となっては全然気にせんくなったけどな、ケツが触れ合うこと。まあむしろもう洋式でウォシュレットがあると、そうじゃないと、なんか出来やんまでなっとるわ。今のさ、洋式至上主義みたいな感じになっとるのってさ、絶対スマホのせいだと思うわ。ああ、まあ確かに、携帯触りながらうんこするからな。そうやんな。うんこしとる間すらさ、やっぱ携帯触ってないとなんか手持ち無沙汰みたいになるような。確かに。あとなんか紙で、なんか拭くっていうのが、なんかめんどくさいっていうか、毎回確認せなあかんっていうのもちょっとだるくなって嫌やわ。ちゃんと拭き残しがないか。そうそうそう。ウォシュレットやったらさ、一回もうウォシュレットして、でもあと、その水分拭いて、で、済むやん。でもそれでもちゃんと取れとるかは見た方がいいんじゃないの？うん。いや、見た方がいいけど、それやったら一回で済むやん。あ、まあまで、紙やったらさ、何回も見なあかんときあるやん。まあ、そうやな。そうそう。で、しかも紙ってな、あれな、なんか周りに引き付け取る、面積を増やすだけで、あんま取れてないらしい。ああ、こすったらあかんねやろ。本当は。そう。だから、まあ紙で拭くメリットはないよ。ああ、確かにな。周りについたうんこを伸ばしとるだけみたいな。パテで伸ばしとるみたいな。そう。だから、もう外出先で紙使っとるやつは、伸ばしとるだけで、特に女子とか、ティーバッグとか履いとったら、もう直接ズボンにつけとるようなもんやからな。あ、じゃあ、極論。ティーバッグ履いとってウォシュレットをせん女性は、十中八九は、パンツにうんこついとるってことか。ついとる。確かにな。今までの経験上、女性使わん人多い気がするわ。使わんって言っとった人でさ、昔付き合っとった人で、ウォシュレット使わんって言っとった人とさ、帰ってきて、セックスしようってなった時に、なんかバッグでやったら、うんこの匂いしたことあるもん、俺。最悪やな、それ。まあ、その時別に俺もウォシュレット使っとったけど、なんかウォシュレット絶対使った方がいいわって思ったわ。まあ、極端な例かもしれんけど、でもだから、女性で、ウォシュレットせんっていう人も、彼氏と会う前だけはウォシュレットしといた方がいいと思うわ。最低限のマナーとして。そうそう。外出先のウォシュレットが汚いっていう人は、まあ最近はなんか持ち歩けるウォシュレットとかもあるらしくて。携帯用のね。自分で水入れるんやな、確かな。で、それでまあウォシュレットもできるから、そういうのもありかなと思うわ。外のウォシュレットってさ、なんか水の勢い大体一番強くなってない？マジでバグっとる時あるからな、たまに。その、ウォシュレットのさ、強ってさ、めっちゃ強ない？めっちゃ強い。だから痛いよな、あれ。油断しとったらさ、普通に何も知らずにウォシュレットしようと思ってウォシュレット、今日が来たら、マジびっくりするからな。飛び上がるよな。飛び上がる、マジで。いや、声出るで、あれ。冬場に今日で冷たいのとか来たら、マジでなんかもう痛いからな、なんなら。俺、G 持ちやからさ、あれほんまきついんよな。あれで出血したりするからな。マジで日頃からウォシュレットの今日でやっとるやつって今日じゃないとできやんのかって思うわ、あれ。どんだけカチコチのうんこしとんのやと思うな。まあでもウォシュレットの刺激がないとうんこでやんような人はもうどんどんやっぱ強くしていかなあかんくなってくるのかな。もう。いや、もうそれに慣れてしまって、それじゃないとうんこでやんのやろな。うんこする前の方に今日を使っとるかもしれんわ、それやったら。アル中が最終的に焼酎に行き着くみたいな感じやんな。度数の強い酒にみたいな。確かにな。あとなんかウォシュレットメーカーによって快適感が違うらしいで。いいホテルとかのウォシュレットと、そういう商業施設のウォシュレットは違うらしいで。有識者曰く。何が違う？人の、肛門に沿ったウォシュレットの出方を人が一番快適な調整が最初からされてるらしくて。水の出方とかが違うんか。そうそう、角度とかにすごいこだわってるらしい。だから家のとかとも違うんじゃないかな。ほんまに。公衆トイレとかさ、公園のトイレとかにもさ、最近はウォシュレットついとるけどさ、トイレ自体が汚いと、ウォシュレットも汚いんじゃないかっていう風になる、考えになるのはわかるけどな。公園とかのトイレのウォシュレットが一番抵抗あるな、さすがに。最近マジでせんくなったけど、公園では。確かに、家のトイレとか、高級ホテルのトイレの、ウォシュレットに比べたら、やっぱ民度が違うから、使う人の。まあ、汚いのはあるかもしれんけど、ただ、学術的な論文が出とって、慶應義塾大学の研究チームが出した論文で、ウォシュレットと感染症との関係についての研究で、この研究によると、ウォシュレットがその感染症に対する影響があるっていう結果を認められなかったって言っとんのよ。これを全部、鵜呑みにしていいとは思わんけど、
高い確率で、その、ウォシュレットから病気になるってことは多分ないんよ。まあ確かになんか噂で感染症とかノロウイルスとかかかるみたいなウォシュレット使ったら噂は見たけど、まあ結局それもデマ、ガセって感じか。そうやな。そこまで気にする必要はない。で、もしそんなんなっとったらもっと問題になっとるしな。メーカーが叩かれて。なんなら、さ、その汚いトイレのウォシュレットを使う方が使わんよりはマシってことやん。と思うで、俺は。絶対マシ。使わん方がよっぽど汚いわ、と思うわ。ちょっとした衛生面気にするぐらいならって感じやわ。てか、そもそもそんなウォシュレットを使うか使わんか抵抗するレベルの人は、そもそも便座にも座れやんレベルなんじゃないか。まあ、便座座る前に拭く人もおるしな。あとなんか便座カバーみたいなさ、紙のなんか敷くやつもあるよな。便座シートか。使ったことないけど。俺もないな。まあでも確かに、ここまで言ってきたけど、一回そのノズルとかにすげえ汚いツイート見たことあるけど、あれ見るとなんか使いたくないなっていう気持ちもわかる。でも、仮にノズルについたとしても、使っとるうちに、まあ、洗浄されていくわけやん。何回も水が出し入れされて、出し入れてかまってってて。でもその洗浄されとるのは自分のターンの時に洗浄されとるやろ。自分がその前で見たら、それはちょっと俺はきついな。きついな。まあだからさ、俺結構提唱したいのは、東南アジアのさ、トイレに設置されとるさ、はいはい。ウォーターガンって呼ばれるさ、手動のウォシュレット。やったな、俺らも。そう、だからこの間、ワントさんと一緒にタイ旅行行った時も、実際目撃したというか、まあ実際俺使ったんやけど、東南アジア、まあタイとかは、ウォシュレットがない代わりに、便器の横に手で直接当てるウォシュレットみたいなのが設置されとんのよな。なんかホースみたいな。なんか庭に水まくみたいなホースのやつがあって、あれを自分のケツに向けて発射するんよ、水を。結構な勢いじゃない、でもあれも。あれもトリガーがあって、そのトリガーを引く強さで水の勢いが調整できるから、自分でその微調整ができるんよ、手で。で、当てる位置も好きなように変えれるから、結構な調子いいんよな、あれ。まあ確かに俺も使ったけど、全然そんな思っとるほど不快じゃないな。むしろ衛生面では日本のやつやる自分で調査できる分いいかもしれん。もうしっかり取れると思うで。しかも洗浄範囲も広いし、広範囲に発射してくれるから水を。トイレ掃除にも使えるしな、そのままそのホースを。まあそうやな。ただ日本でその普及になるかってなると微妙やんな。どうしても衛生面っていうか。まあもうウォシュレットがあるしな。そうそうそう。わざわざそっちを好んでっていう感じにはならんと思う。選べるようになったらいいかもしれんけどな。むしろタイとかでは高級なホテルではウォシュレットがあるって感じやからな。確かにな。英語ではビベットシャワーっていうらしくて、タイとかシンガポール、フィリピン、マレーシア、ベトナムとか東南アジアでよく使われてるらしい。いや、ぜひ日本にも来てほしい。日本では見たことないけどな。いや、ないな、さすがに。タイならではって感じか。そう、なんか外出先でウォシュレット使わん人、特に女性多いけど、女性の方がさ、なんか生理とかもあるからさ、積極的に使ってた方がいいと思うけどな。まあそうやな。さすがにアンケートで思った以上になんか使わん人多いんやなってイメージやわ。男性で半数、女性で7割やろ。絶対さ、髪だけじゃ拭き取れやんからな、うんこ。そうやな。それは同意やわ。ウォシュレットしてから髪で拭くやな。やっぱり。男で半数、女で7割ぐらいの人が、うんこつけたまんま、外で出歩いとるってことよ。まあ極端な話、そうやな。切れてないんやったら。これはちょっと考えを改めてもらわんと、周りに知らず知らずのうちにちょっとうんこ臭いと思われる可能性があるってことやな。ウォシュレット使わん人は。目先のそんな小さな衛生面にとらわれて、もっと被害を被っとる可能性がある。なんかインドとかやと、その、ウォーターガンでやった後に自分の手で素手で拭いたりするらしいよ。髪がないから。じゃあ手が臭なるんじゃん。手は水で洗えるからいいんじゃないそういう問題なんか。確実に綺麗にはできるよな、確かに。確かに自分が一番分かっとるからな。外出先でトイレが汚いと思って使わんよりは、ウォシュレットを使う方が絶対に綺麗やっていうことやな。まあそうやな。ウォシュレット使わんよりはマシやな、思いますね。確かに。という感じで今日は外出先でウォシュレットを使わないのは汚いですよっていう話をしていました。ありがとうございます。はい。このチャンネルではこんな感じで普段気になった出来事やニュースを雑談形式で配信しています。どのチャンネルかわからなく前にチャンネル登録とまた高評価の方お願いします。あと個人的に蒸されたいっていうブログを運営してて週に1回更新しているので読んでくれたら嬉しいです。